クリエイターにとって自らが生み出した作品は我が子も同然だ。寝る間も惜しんで線を描き、色を塗り、魂を込めて世界に送り出す。その小さな命が誰かの心に届くことだけを願って。これは一人のイラストレーターがその魂を我が子同然のキャラクターを最新技術の悪意によって奪われ、絶望の淵から這い上がり、自らの尊厳を取り戻すまでの戦いの記録である。第1章、私のルナと完璧な模倣者。佐藤凛はイラストレーターとして活動するごく普通の20代の女性だ。彼女には長年愛情を込めて描き続けてきたオリジナルキャラクターがいた。銀色の髪を三つ編みにし、少し寂しげなけれど芯の強い水色の瞳を持つ少女ルナ。凛が SNS に投稿するルナのイラストは決して爆発的な人気ではなかったが、少しずつファンを増やしていった。ルナちゃんの新しいイラスト待ってました。凛さんの描く透明感のある色使いが好きです。そんな温かいコメントが凛の創作活動を支える何よりの原動力だった。異変に気づいたのはある秋の日のことだった。 SNS のタイムラインを眺めていた凛の目に一枚のイラストが飛び込んでくる。彗星のごとく現れ、瞬く間に人気イラストレーターの仲間入りを果たしたエコーというアカウントの作品だった。凛は思わず独りごちた。わ、すごい綺麗な絵、この色使い素敵だな。最初は純粋な簡単だった。しかし次の瞬間、凛は自分の目を疑う。そのイラストに描かれた少女の横顔が自分の描くルナに驚くほどよく似ていたのだ。銀色の髪、水色の瞳、そして何より凛が何度も試行錯誤して生み出した光が透けるような肌の塗り方まで。気のせいだよね。世の中には似た絵柄の人なんてたくさんいるんだから。凛は自分にそう言い聞かせた。だがその日からエコーの存在は彼女の心に小さなトゲのように引っかかり続ける。エコーは数日に一度という驚異的なペースでハイクオリティな作品を発表し続けた。そしてそのどれもが凛の描く世界のすぐ隣にあるような奇妙な既視感を伴っていた。構図、キャラクターの表情、アクセサリーの細かなデザイン、偶然にしてはあまりにも重なりすぎるピースの数々。凛の心の中で小さな違和感は日増しに黒く重い疑念へと変わっていった。第2章、踏みにじられた魂。決定的な出来事が起きたのは凛が次の作品の構想として誰にも見せずに描きためていたラフ画。ルナがアンティークの窓辺で本を読むという構図のイラストをエコーが新作として発表した時だった。凛は息を飲んだ。そんな、どうして、これじゃまるで私の頭の中を覗かれたみたいじゃないか。血の気が引いていくのが分かった。これはもう偶然の一致などではありえない。凛は震える手でスマートフォンを握りしめ、エコーのアカウントページを開いた。フォロワー数はすでに凛の10倍以上に膨れ上がっている。何時間も悩み、何度も文章を打っては消し送り返したことを荒立てたくない。でもこのまま黙っていることは自分の魂ルナを裏切ることになる。凛は意を決しエコーにダイレクトメッセージを送った。 DM にはこう綴られていた。はじめまして、佐藤凛と申します。突然のご連絡失礼いたします。エコー様のイラストを拝見したのですが、私が長年描いているルナというキャラクターにデザインや雰囲気がとても似ているように感じております。何かご存知のことがあればお教えいただけないでしょうか。送信ボタンを押した指先が冷たく震えていた。数日後、エコーから返信があった。その文面は驚くほど丁寧な言葉で綴られていたが、内容は凛の心を粉々に打ち砕くのに十分すぎるほど冷酷だった。エコーからの返信にはこう書かれていた。ご連絡ありがとうございます。ご指摘の件ですが、私の作品は全て AI による自動生成であり、特定のどなたかの作品を参考にしたという事実は一切ございません。もしあなたのキャラクターと似ている部分があるとしたら、それは AI でも生成できるほどあなたの絵柄に残念ながら個性がないということではないでしょうか。あなたの絵柄に個性がない、その一文が毒のように凛の全身に広がっていく。努力も時間も愛情も全てを否定されたような衝撃。
スマートフォンが手から滑り落ち、床に乾いた音を立てた。第3章仕組まれた炎上と奈落の始まり。リンが呆然としている間に、事態は彼女の想像を絶する速さで、最悪の方向へと転がり始めた。エコーは、リンとの DM のやり取りを巧妙に切り取り、自らの SNS に投稿したのだ。その投稿には、こう書かれていた。とあるイラストレーターさんから粘着されて困っています。私の作品は AI 生成だと説明したのですが、これが、その方から送られてきた DM の一部です。エコーが公開したのは、リンがエコーを一方的に罵倒しているかのように見える、捏造された DM のスクリーンショットだった。その投稿を皮切りに、エコーの熱狂的なファンたちが一斉にリンの SNS へと牙を向いた。底辺絵師が人気者のエコーに嫉妬してるの。見苦しい。売名行為。お疲れ様です。さらに、エコーの指示を受けたサブアカウントやファンによって、リンはパクリ絵師という悪意に満ちたハッシュタグが作られ、組織的な攻撃が開始された。リンのコメント欄は、誹謗中傷の言葉で埋め尽くされ、通知が鳴るたびに心臓が縮み上がった。追い打ちをかけるように、エコーはリンがイラストレーターとして活動を始めたばかりの頃の未熟な練習用のイラストをわざわざ探し出し、自分のアカウントで晒し上げた。そして、こんな言葉を添えて投稿したのだ。これが嫉妬の根源かな？笑い子の画力じゃ AI に嫉妬するのも無理ないかもね。その投稿には数千のいいねが押されていた。リンが大切にしてきたはずの過去の努力は囚人監視の中で嘲笑の的にされた。クリエイターとしてのプライドはズタズタに引き裂かれ、リンは反論する気力さえ失っていく。信じていた友人たちからも徐々に距離を置かれていくのを感じていた。第4章奪われた未来。悪夢はまだ終わらなかった。リンが最後の望みをかけて応募していた大手飲料メーカー主催のキャラクターコンテスト。そのグランプリが発表された日、リンは完全に心を折られた。受賞したのはエコーの作品。描かれていたのは誰がどう見てもルナそのものだった。リンは運営事務局にこれまでの経緯と盗作の可能性を訴えるメールを送った。だが返ってきたのはエコー氏からは AI 生成との説明を受けており、盗作と断定できる証拠がありませんという冷たい定型文だけだった。ネットニュースで大々的に報じられるエコーの受賞。その栄光の裏で、リンの現実は音を立てて崩れていく。炎上の影響で契約していたイラストの仕事は次々とキャンセルされた。今回の件、クライアントのイメージを損なう可能性があるため、契約は見送らせていただきます。収入はゼロになった。生活のために、リンは近所のカフェでアルバイトを始める。だが、そこでもあの子、例のパクリ絵師でしょという囁き声が聞こえ、リンは逃げるように店を辞めた。心配した母親から電話がかかってくる。リン、もうやめなさい。ネットの揉め事なんかに関わってないで、ちゃんと就職しなさい。あなたのためを思って言ってるのよ。誰にも理解されない。味方はどこにもいない。深い孤独と絶望の中、リンは自分の部屋で長年使い込んできたペンタブレットのコードを静かに引き抜いた。第5章一筋の光。カーテンを閉め切った真っ暗な部屋で、リンはただ時間だけが過ぎていくのを無気力に感じていた。もう何も考えたくない。何も感じたくない。そう思っていた時、スマートフォンの着信音が静寂を切り裂いた。画面には翔太翔太の文字。大学時代の友人だった。リンは力なく電話に出た。もしもし、聞こえてきたのは翔太の力強い声だった。リン、俺、翔太、大丈夫か？ SNS、見たぞ。あれ、絶対におかしいだろ。翔太の声に、リンの目からこらえていた涙が溢れ出した。事情を話すと、AI と法律に詳しい翔太は意外な言葉を口にした。そいつ、AI 生成だって言ってるんだろ？なら、やりようはあるかもしれない。AI だからって何でも許されるわけじゃないんだ。今の技術ならその AI が何を学習したのか分析できるかもしれないぞ。諦めるのはまだ早い。翔太の言葉は分厚い雲の隙間から差し込む一筋の光のように思えた。 AI が何を学習したのか分析する。その可能性にリンはかすかな希望を見出す。リンは涙声で答えた。そうだね。私、もう一度戦ってみる。ルナのために消えかけていた心の火が
再び小さく燃え上がった瞬間だった。第6章静かなる反撃ののろし。その日からリンの静かな反撃が始まった。翔太の指示のもと、リンはまずこれまでの証拠を徹底的に整理し始めた。パソコンに向かい、自身の作品ルナを初めて SNS に投稿した日付、エコーが類似のイラストを発表した日付を一つ一つスプレッドシートにまとめていく地道な作業だったが、完成した時系列表は誰が見てもリンの創作が先行していることを明確に示していた。次に翔太の紹介でデジタルコンテンツの著作権問題に詳しい専門家田中氏に震える手でメールを送った。数日後、田中氏とのオンライン面談にこぎつけたリンはこれまでの経緯と証拠を懸命に説明する。田中氏は静かにうなずきながらリンの話を聞き終えるとこう言った。おつらかったでしょう。エコー氏のイラストとリンさんの過去作品群をお預かりできれば AI の学習元を特定する分析が可能です。ただしその分析費用はリンにとってあまりにも高額だった。アルバイトも辞め貯金も残りわずか。一瞬ためらったがここで引き返すわけにはいかない。リンは黙って貯金を切り崩し分析を依頼した。これが最後の希望だった。第7章暴かれた AI の正体。分析結果を待つ数週間は生きた心地がしなかった。もし何もわからなかったら、もし私の考えすぎだったら、不安が波のように押し寄せる。そしてある日の午後、田中氏から一通のメールが届いた。添付されていたのは調査分析レポートと題された PDF ファイル。リンは祈るような気持ちでファイルを開いた。そこに記されていたのはリンの想像を絶する、しかし待ち望んでいた事実だった。リンはレポートの一文を震える声で読み上げた。結論エコー氏のイラストは極めて高い確率で佐藤凛氏の作品群のみを意図的に追加学習させた画像生成 AI によって出力されたものである。レポートはエコーのイラストにだけ見られる特有の描画の癖や微細なエラーパターンがリンの作品を AI が学習した際に生じる特徴と完全に一致することを専門的な見地から証明していた。エコーの偶然の一致という主張を根底から覆す動かぬ証拠。よかった。リンの口から安堵の言葉が漏れた。スマートフォンの画面にリンの涙が次々とこぼれ落ちた。それは悔し涙ではなく安堵の涙だった。第8章法の番人登場。分析レポートという最強の武器を手にリンは翔太に紹介された著作権問題に精通した弁護士鈴木の事務所を訪ねた。重厚な扉を開けると冷静な目をした知的な女性がリンを迎えた。リンはこれまでの経緯と田中氏のレポートを机の上に広げる。鈴木弁護士は驚くほどの集中力で資料に目を通し時折鋭い質問を投げかけた。そして全ての資料を読み終えるとリンの目をまっすぐに見て静かにしかし確信に満ちた口調で告げた。佐藤さん、よくここまで証拠を集められましたね。勝てます。断言します。その力強い言葉にリンは息を飲んだ。鈴木弁護士は続けた。エコー氏の行為はあなたの作品をもとに新たな創作物を生み出す著作権法上の本案件を侵害している可能性が極めて高い。さらにAI 生成であることを隠してコンテストで受賞し賞金や名声を得た行為は事業者の公正な競争を阻害する不正競争防止法にも抵触します。法的に徹底的に追及しましょう。法律という自分には縁遠いと思っていたものが今何よりも心強い味方になる。リンの心は久しぶりに晴れやかな光に満たされていた。第9章偽りの涙と公開処刑。数日後、鈴木弁護士の名前でエコートコンテストを主催した飲料メーカーに内容証明郵便が送付された。著作権侵害の事実を指摘し受賞の取り消し、謝罪、そして損害賠償を求めるという内容だった。するとその夜、エコーは予想外の行動に出た。涙のライブ配信を開始したのだ。配信画面の中でエコーは涙ながらに訴え始めた。皆さん聞いてください。私は今あることないこと言いがかりをつけられ業界から潰されようとしています。ただ純粋に AI で新しい表現を追求してきただけなのに才能ある新人が
こうやって潰されていくのがこの業界の闇なんです。被害者を演じるエコーの巧みな話術に同情的なコメントが殺到する。エコー先生、負けないで。僕たちがついています。エコーは北総園だように見えた。だが、その時、コメント欄に一つの投稿が静かに、しかし圧倒的な存在感を放って表示された。投稿主は弁護士鈴木。認証バッジのついた本人のアカウントだった。そのコメントには、こう綴られていた。エコー様、あなたが本当に潔白であるならば、AI の学習データを開示すれば、全て解決するはずです。なぜ、それを頑なに拒むのですか？そのコメントが流れた瞬間、配信画面の中のエコーの表情が凍りついた。饒舌だった口が止まり、目が泳ぎ始める。視聴者たちも騒然となった。エコーはしどろもどろに答える。何を？それは企業の秘密で、パニックに陥ったエコーは何かを叫びながら配信を強制終了。物理と切れた画面。この公開処刑の一部始終は瞬く間にネット上で拡散され、エコーの嘘を信じていた人々もようやく真実に気づき始めた。形勢はこの一夜にして完全に逆転した。第10章私の色が世界に戻るとき、すべての嘘が白日の下にさらされ、観念したエコーは後日代理人弁護士を通じてリンの作品を盗用していた事実を全面的に認め謝罪した。エコーのコンテスト受賞は取り消され、 SNS アカウントは閉鎖。彼女の描いた偽りの栄光は砂上の楼閣のように儚く消え去った。さらにエコーはコンテストのイメージを著しく傷つけたとして主催した飲料メーカーからも多額の損害賠償を請求され、イラストレーターとして事実上再起不能の末路をたどった。リンにはエコー側から十分な慰謝料と賠償金が支払われた。だがリンにとって何よりも嬉しかったのは失われたものを取り戻せたことだった。ごめんリン、俺エコーの言うことを信じちまってた。リンさんのルナがやっぱり本物だったんですね。これからも応援します。離れていった友人やファンたちが次々と温かいメッセージをくれた。リンは久しぶりに SNS のアカウントを公開に戻し、そして1枚のイラストを投稿した。そこに描かれていたのは晴れやかな笑顔で光が満ちる空を見上げるルナの姿。それはリン自身の美しく誰にも真似できない優しい色彩で描かれていた。クリエイターとしての尊厳を取り戻した彼女は自分の手で描くことの喜びを再び噛みしめながら新たな未来へと力強く歩き出すのだった。法律 Tips コーナー。皆さん、今日の物語はいかがでしたか？クリエイターにとって作品は我が子も同然。それを AI に盗まれるなんて絶対に許せませんよね。今回はそんな時に知っておきたい法律知識を簡単にご紹介します。著作権法本案権。元の作品に修正や増減を加えて新しい作品を作り出す権利を本案権といい、これは原作者だけが持っています。今回のケースのように特定のイラストレーターの絵だけを AI に学習させてそっくりなイラストを生成する行為はこの本案権の侵害にあたる可能性があります。 AI が作ったからは言い訳にならないんですね。不正競争防止法。これは事業者同士の公正な競争を守るための法律です。例えば盗作した作品を自分のオリジナルであるかのように偽ってコンテストに応募し賞金や名声を得る行為はこの法律で禁止されている品質等誤認弱記行為にあたる可能性があります。不正な手段で利益を得ることは許されません。証拠の保存が何より重要。 AI による盗作疑惑が起きた場合、いつ誰がどの作品を発表したかという時系列が非常に重要になります。自分の作品を発表した日時がわかる記録や相手の作品のスクリーンショットなどを必ず保存しておくようにしましょう。それがあなたとあなたの作品を守るための最初の大きな一歩になります。本動画はフィクションであり、専門的な法的助言ではありません。実際のトラブルについては必ず弁護士等の専門家や国民生活センター消費者ホットライン188などの公的機関にご相談ください。この動画が気に入ってもらえたら、ぜひ高評価とチャンネル登録をお願いします。
これからもスカッとしながら法律を味方につけるエピソードをお届けします。